今回は2泊3日の宮崎旅。公共交通機関のみで全12スポットを巡りました。旅プランはこちら。1日目は宮崎県南部のエリア、2日目3日目は高千穂エリア。みんな人生楽しんでる？一緒に楽しみましょう。伊丹空港から約1時間、あっという間に宮崎空港に到着です。空港内の手ぶら観光サービスを利用します。荷物をホテルまでお願い。身軽になって観光スタート。1日乗車券ゲットしました。これで今日1日楽しみたいと思います。2番乗り場から青島行きのバスに乗車。バスの車窓いっぱいに広がるフェニックス。南国らしい景色にテンションが上がります。約20分で青島に到着です。バスを降りてボタニックガーデンを通りながら青島神社を目指します。バス停から10分ほど歩いて青島の橋に到着です。青島を取り囲むように海に向かって広がっている奇岩群。遠くから見るとまるで巨大な洗濯板のように見えることから鬼の洗濯板と呼ばれています。実は青島は約1300年前の古事記にも登場する場所。一歩足を踏み入れると南国らしい神秘的な雰囲気が漂っています。小道を抜けるとまるでジャングルみたいな雰囲気。その先に本殿があります。願い事によって色が違うこよりを結ぶ結びこより。私は緑の仕事運を選びました。夫婦びろうに結ぶと願いが叶うと言われています。はい。見事な剛速球でしたが、撮影をお願いしたお姉さんが大丈夫、願いは叶うよって言ってくれてとっても嬉しかったです。1300年前から続く歴史と南国らしい絶景が楽しめる青島。想像以上に素敵な場所でした。参拝を終えたのでお昼ご飯を食べに向かいます。青島神社の参道近くにある青島ダイニングインザガーデン。宮崎の郷土料理をお手頃価格で楽しめるお店です。今回注文したのは冷や汁御膳。冷や汁にチキン南蛮、お刺身までついています。冷や汁は濃厚なだしにきゅうりと豆腐がとっても合います。暑い日にぴったり。宮崎といえばチキン南蛮。タルタルソースがめっちゃ美味しい。一度にいろいろ楽しめて最高でした。食後でデザートはやっぱりアイス。宮崎といえばマンゴー。ボリューム満点でコスパ最高です。ボタニックガーデンはどこを切り取っても絵になる景色ばかり。歩いているだけでワクワクが止まりません。大温室にはマンゴーやバナナ、南国フルーツがたくさん。無料で楽しめます。青島楽しかったです。次はバスに乗って宇戸神宮目指します。1日乗り放題乗車券利用可能です。宇戸神宮までバスで約30分。綺麗な景色が続きます。ありがとうございます。宇戸神宮のバス停に到着。バス停から本殿までは歩いて15分ほどかかります。たくさんの階段を登って長いトンネルをくぐり抜けてひたすらまっすぐに進みます。ようやく宇戸神宮の神門に到着です。宇戸神宮は海沿いの断崖に立つ全国でも非常に珍しい神社です。青空に映える綺麗な桜門を通り抜け、海沿いの参道を歩いてご本殿に向かいます。
道なりにうさぎの石像がいっぱい。うさぎが紳士として大切にされているそうです。参道までの道のりが本当に暑いので水分補給忘れずに。最後に急な階段を降りるといよいよ御本殿が見えてきます。他では見られない独特の景観に思わず圧倒されます。洞窟の中をぐるっと回ることができました。どれ取ってもいいんですか？どこから？はい、一箇所5個全部です一箇所ね。5個どこでもいいですが。ありがとうございます。はい、あれ？運玉が霊石亀石のくぼみに入れば願いが叶うと言われています。全然俺は見えないけどと思うけど運玉は入らなかったけど、旅に出ると人の優しさに触れる機会がたくさんあります。私も日頃から人に優しくしたいなと改めて感じました。自然の迫力と神秘的な雰囲気を感じられて本当に来てよかったです。宇戸神宮を満喫した後はバスに乗って宮崎市内に戻ります。宇戸神宮からバスで約1時間半、立花通り1丁目に到着です。バス停の目の前が宿泊ホテルテーズストリートホテル宮崎です。チェックインしてロビーでアメニティをゲット。早速お部屋へ向かいます。今日のお部屋、空港で預けた荷物がもう入れてくれてます。じゃじゃじゃん。いい感じ、広い。仕事できるスペースまであります。水回りは広々洗面台とトイレと、バスタブも広々。ゆっくり入ろう。ゆっくりしたら寝ちゃいそうなんでご飯食べに行きます。イエイ。ホテルから徒歩すぐ鬼まで笑う地層ありさんに来ました。すいません、一人なんですけど行けますか？失礼します。地産地消にこだわった美味しそうなメニューがずらりと並んでいます。この鶏刺し1人前2枚、はとエビマヨい、2枚を、ともも焼きのミニで。ミニで、こちら焼き加減がミディアムか有機焼きかが選べるんですけど、どちらがいいですか？じゃあメディアムで。ミディアムで。はい。突き出しが美味しい。これは一気に料理の期待が上がります。臭みがなく驚くほど新鮮です。香ばしさが本当に最高です。噛めば噛むほど鶏の旨味が口いっぱいに広がります。エビがめっちゃ大きくてびっくり。濃厚ソースがたまらなく美味しい。すいません。牛ガナとサワーしといてください。中華ナスサワー。料理が本当に美味しくて普段あんまり飲まないお酒もついつい進んじゃいます。どれも全部本当に大当たり。接客もあったかくて居心地最高のお店です。ありがとうございました。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。めっちゃ美味しかったです。居酒屋の帰りにコンビニでいろいろ買ってきました。さっき行った居酒屋さんでコーヒー
プレゼントしてくれました。こういうのラッキー。おはようございます。2日目の朝です。今から高千穂に行ってきます。ホテル目の前からバスに乗って宮崎駅に到着です。宮崎駅から電車に乗って延岡駅を目指します。延岡駅着きました。ここからバスに乗り換えて高千穂を目指します。延岡駅からバスに揺られること約1時間半。ようやく高千穂バスセンターに到着です。ここからレンタサイクルで観光する予定が熱中症警報アラートが出ていたのでタクシーをおすすめされました。観光案内所に居合わせた方と一緒に高千穂峡へ行くことになりました。無事に到着。一期一会の出会いに感謝です。待ち合わせ時間だけ決めてここからは別行動です。高千穂峡といえばの景色を目指して散策開始です。高千穂峡のシンボルマナイの滝、なんと高さ17メートルから流れ落ちています。はい、すみません。ありがとうございます。豊かな自然に癒されました。合流してタクシーで一緒に高千穂バスセンターへ。そしてここからはまた一人旅。バスに乗って天岩戸神社を目指します。約15分で岩戸バス停に到着です。地図ゲットしました。詳しく教えてもらいました。散策開始。バス停から徒歩すぐ天岩戸神社西本宮に到着です。日本神話に書かれている天岩戸神話、伝説の地。御祭神は天照大神。天照大神が隠れた天岩戸がご神体。9時から30分ごとに神職の方が天岩戸を案内してくださいます。撮影は禁止なのですが、とても神秘的で素晴らしい場所でした。続いては天安河原へ。西本宮、天安河原、東本宮は距離があるので時間には余裕を持って訪れるのがおすすめ。八百万の神々が集まって話し合いをしたと伝わる場所。神話が納得できる神秘的な風景が広がっています。少し休憩。今まで食べた蜂蜜の中で一番濃くてめっちゃびっくり。続いて西本宮から10分ほど歩いて東本宮へ向かいます。この鳥居、実は境内の杉を使って建てられた木造なんです。約100段続く階段が想像以上にきつかったです。ようやく御本殿へ。東本宮の御祭神も天照大神。天照大神が天岩戸からお出ましになった後、ここに静まったと伝えられています。本殿の裏へ進むと杉の根元から湧き出る御神水があります。そしてさらに奥へ進んでみると、お、すごい。7本杉。
海岸は大変でしたが、ここまで来て本当に良かったと思える素敵な場所でした。神話を巡る高千穂の旅、特別な時間を過ごせました。バスに乗って高千穂バスセンターへ戻ります。ありがとうございました。観光案内所に預けていた荷物を受け取って徒歩でホテルを目指します。ホテルグレートフル高千穂に到着です。チェックインしてロビーのアメニティを受け取り、早速お部屋へ。お部屋はとてもシンプルですが、ベッドがとっても広くてゆったり、水回りも綺麗で快適です。窓から見える山々がとっても綺麗。お水のサービスが嬉しい。お部屋で少し仮眠して晩ご飯を食べに行きます。ホテルからすぐの高千穂食堂に食べに来ました。やってない。なんで？あれ、ネットでは夜の営業も書いてたんですけど、ガビーン。残念、やってなかったので、今ネットで調べた居酒屋さんかなを目指して食べに行きたいと思います。10分ほど歩いてネーミングに惹かれた無我夢中さんに到着です。美味しそうな地元料理がずらり、どれにするかめっちゃ悩みます。お酒の種類も豊富です。地元の方にも大人気のお店ですごく混んでいたので予約がおすすめです。お腹がいっぱいになった後は高千穂神社へ向かいます。高千穂神社では毎晩高千穂の夜神楽が行われています。ネットでの事前予約がおすすめ。夜神楽とは毎年11月から2月上旬にかけ、夜を徹して33番の神楽を奉納する神事。そのうち4つの舞を見ることができます。帰り道が真っ暗で少しビビりました。コンビニの明るさに感謝。戦利品をゲットしてお風呂上がりにアイスを食べておやすみなさい。おはようございます。3日目も高千穂を満喫します。鹿児島宮崎限定の爆弾おむすびを食べて出発です。今日は気分を変えて昨日と違う道で高千穂神社を目指します。ホテルから15分ほど歩いて到着。朝一は人も少なくとても静かで癒されます。高千穂神社は約1900年前に創建されました。ご祭神は三毛布命。境内にそびえ立つとても立派な夫婦杉、パワースポットとしても有名です。高い木々に囲まれ思わず深呼吸したくなるとても素敵な神社でした。参拝の後は次の目的地へ向かいます。高千穂神社から徒歩約20分、天の間内に到着です。
こは天孫降臨の際、雨の村雲の命が水種を移したと伝わる伝説の場所です。今もなお欅の根元から水が湧き出ています。天満内から10分ほど歩いて荒立神社へ。鳥居から本殿までの参道がすごい坂でめっちゃ息切れしました。荒立神社は猿田彦の命と雨のうずめの命が結婚して住んだと伝わる場所です。芸能人が多数訪れる芸能の神様としても有名です。ここから30分ほど歩いてホテルに向かいます。荷物を受け取り、高千穂バスセンターへ。高千穂ともいよいよお別れ。神話の舞台やたくさんの絶景ポイントがありました。見どころ満載なので高千穂に行くことおすすめです。約1時間半で延岡駅に到着です。電車の時間まで少し時間があるのでここで休憩。宮崎名物のチーズまんじゅうを購入。IC カードは使えないので切符を購入します。延岡駅から宮崎空港に向けて出発です。電車に揺られること約2時間、宮崎空港駅に到着です。駅と空港は直結されててとっても便利です。宮崎といえばやっぱりマンゴー。すごく甘くて感動の美味しさ。続いては帯店本舗さん。ごぼうの味がめっちゃしっかりしていて美味しいです。お土産売り場には宮崎の名産品がたくさん。どれを買って帰るかめっちゃ迷います。とてもいい香りにつられてこちらを購入。宮崎の郷土菓子だそうです。また絶対食べたい。空港で宮崎のスタンプも無事にゲット。47分の19達成です。楽しかった宮崎旅もあっという間。南国らしい景色、絶品グルメ、神話が残る魅力的な場所でした。次はどこへ行こうかな。これからも車なしで全国の素敵な場所を旅していきます。また一緒に旅してもらえたら嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバイ。